皆さん、こんにちは。ファイア税理士秋です。突然ですが、聞いたことありますか？無税国家って言葉。税金がゼロ、消費税もない、所得税もない、法人税もない。現実の国家ではほぼ不可能とされているこのコンセプト。実はゲームの中なら実現できるんじゃないか。ということで今日は検証してみました。シミュレーションゲームのやり込みプレイで、本当に無税国家って作れるのか、税理士の視点から解説していきます。ゲームは3本取り上げます。最後まで見ていってください。まず最初に、そもそも無税国家って何なのかを整理します。税金がゼロでも国が成り立つには、どこかから財源を持ってこなければなりません。現実の国家の収入は大きく2種類あります。税収と非税収入です。税収というのは所得税、消費税、法人税など、皆さんがよく知っているやつですね。非税収入というのは国有企業の利益だったり、天然資源の輸出収益だったり、公共サービスの利用料だったりです。今日の動画では市民への課税がゼロ、国家財政が黒字、公共サービスが継続できている。この3つを満たしたら無税国家達成とみなします。では実際にゲームで検証していきましょう。1本目はシビライゼーション6です。このゲームは自分で文明を育てて、科学文化、宗教、外交、征服など、様々な方法で勝利を目指すターン制のストラテジーゲームです。通常プレイでは市民への課税スライダーを動かして税率を設定するんですが、やり込みプレイではここをゼロに固定したまま財政を維持します。どうやるかというと、交易路と観光収入を極限まで伸ばすんです。交易商人をひたすら増やして他の文明との取引を積み重ねる。さらに世界遺産や文化遺産を大量に建てて観光客を呼び込む。これで税収なしでも十分なゴールドが手に入ります。税理士として見ると、これは課税をゼロにしたというより収益源を多様化したモデルです。現実世界で言うと、国営企業や国家ファンドの運用益で国家財政を賄うモデルに近い。シンガポールのテマセクホールディングスなんかがその代表例ですね。ただしこの戦略、実行難易度はかなり高いです。交易路を維持するには軍事力も必要で、他の文明に略奪されると一気に崩壊します。2本目はシティーズスカイラインです。自分で都市を作って発展させる都市経営シミュレーションです。このゲームには住宅、商業、工業、オフィスそれぞれに税率スライダーがあって、通常は税収で道路や公共施設の維持費を賄います。やり込みプレイでは全部の税スライダーをゼロにします。じゃあどこから収入を得るかというと、公共交通です。バス、地下鉄、路面電車、空港、港湾。これらの料金収入だけで都市を運営します。税率ゼロでも市民の移動需要が高ければ、交通収益だけで維持費を上回ることができます。これは税理士の目線で言うと受益者負担モデルの循環型です。サービスを使った人が対価を払う。課税という強制徴収ではなく、利用料という形で財政を成立させる。現実の類例としては UAE、アラブ首長国連邦が法人税を導入する前のモデルに近いですし、シンガポールの公共交通経営モデルとも共通点があります。この戦略は3本の中では比較的実現しやすいです。最初に交通網の設計をしっかりやれば、割と安定して無税運営できます。3本目はビクトリア3です。19世紀の産業革命時代を舞台にした歴史ストラテジーゲームで、国家の産業外交政治を細かく管理します。このゲームの無税攻略で有効なのが、資源輸出国家モデルです。石炭、鉄鋼、石油などの資源産業を国有化して、輸出収益を国家が直接受け取る形にします。課税という仕組みを通さずに、国家が事業主として直接稼ぐわけです。これが軌道に乗ると、市民への課税をゼロにしても財政が回ります。税理士として見ると、これが一番面白いモデルです。現実世界でいうとブルネイやクウェートに近い、天然資源の収益で国民から税金を取らずに済む、いわゆるレンティア国家と呼ばれる形です。ただしこのモデルには問題もあります。資源が枯渇したり、国際価格が暴落したりすると一気に財政が崩壊するリスクがある。ゲームでも同じで、外国から輸出路を封鎖されたり、他の文明に資源地帯を占領されたりすると積みます。では3つのゲームを比較してまとめます。シビリゼーション4は交易観光収益モデル。シティズスカイラインは公共サービス料金モデル。ビクトリア3は資源輸出国有化モデル。共通しているのは、課税の代わりに国家が直接稼ぐ仕組みを持っているということです。税金って何かというと、国家がサービスを提供するためのコストを強制的に分担させる仕組みです。でも国家自身が収益を生む事業を持っていれば、その強制徴収は理論上不要になる。ゲームではそれが実現できます。じゃあ現実では、
現実でも似たモデルを目指した国はあります。でもほぼ全て何らかの形で行き詰まっています。資源依存は価格変動リスクがある。国営企業は非効率になりやすい。観光収益は外部環境に左右される。それに加えて、民主主義の観点から言うと、税金には国家と市民の間の契約という側面があります。税を払うから、その使い道について発言権がある。予算を審議する議会がある。無税国家はその契約が消える。国家が市民に課税しない代わりに、市民が国家に対して持つ交渉力も消えていく。ゲームで無税国家が成立するのは、プレイヤーという全知全能の管理者がいるからです。現実の国家にそんな存在はいません。税は面倒くさい。でも、それは民主主義のコストでもある。ということですね。というわけで今日は無税国家はゲームなら実現できるか。というテーマでお届けしました。3本のゲームそれぞれで無税は実現できましたが、現実への応用にはそれぞれ限界があることも分かりました。ちなみに、現実に一番近い無税国家はどこかというテーマで、UAE の法人税ゼロ導入前後の話もあるのですが、興味ありますでしょうか？リクエストあればすぐにアップしますね。チャンネル登録がまだの方はぜひ登録お願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。